ゴールに近いエリアでボールを少しでもオフェンスが触ればゴールになるので、本当にちょっと触っただけでゴールキーパーの頭の横だったりとかっていう角度はすごく変わりやすい、強い球であればその変化はかなりゴールキーパーも難しいですし、ディフェンス側も難しいので、どの角度からどう打ってもそのタッチさえうまければ得点の確率が高いっていうのがやっぱりホッケーの特徴かなっていうふうに思います。角度がなくてもそのタッチさえうまければ入っちゃう。ゴールの枠外れてるのにその触るタッチがうまくて入る。なので逆にディフェンダーはまずは相手の前に入る、相手にボールを触らせない。後ろの選手が逆に「おい!」ってなるんで、やっぱ転がってきて見えなくて足に当たってペナルティーコーナーっていうのも正直あったりするので、サークルの中ではかなりの集中力っていうのが求められるあります。スティックの面一つ変えることによってオフェンスは得点のチャンスもありますし、ディフェンス側は逆にそれが命取りになるので、ディフェンス側はかなり不利かなというふうに思います。サッカーでも、コーナーキックの時は結構こう駆け引きはあると思うんですが、ああいう形のものがホッケーでも見受けられるのでかなり面白いですし、なんなら誰が触ったかも分かんないような、得点もあったりもするので、そういったのも見逃さずに、見てもらえればいいなというふうに思います。ここがボールがあればここがニアポスト、ここがファーストとして、ここがセカンドポストです。例えば右サイドであればここからドリブルで相手を振り切るか、こう行っててカットインアングルある方に行ってシュート、もしくはペナルティーコーナー、あと1人ではないのでドリブルしていってここにいる味方に合わせてタッチシュートっていうのが多いです。キーパーの裏ですね、これは世界的に、日本もそうなんですけど、もう約束事、誰かがサークル入ってって、シュートもしくはドリブルしてた時には必ずセカンドポストで待ってましょう。でなんでかっていうとボールがちっちゃいので、強い球だったりとか、もちろん相手がいなかったら抜けてきやすい場所であるので、セカンドポストに必ずいると、得点チャンスがかなり多い。逆に言ったらセカンドポストで待ってれば点数は入るっていうぐらい重要性が高いと。なので世界的にもうやっぱりシュート打って必ずセカンドポストに走り込んだりとかダイブしたりとか、もうここに来ますよっていうのがおそらくチームの約束事として決まってると思います。でキーパーがここに人がいることによってシュートなのか果たしてタッチシュートなのかっていう迷うっていうのもやっぱり一つあって、そこにいなければもうシュートさえしっかりと守ればいいんですけど、タッチがあるって思うといやどっちなんだろう、でホッケーの面を見ても読むのが難しいのでやっぱり早いですし、そうなるとやっぱりそういったポストにいるっていうのは一つそういう意味でもあるのかなっていうふうに思います。なんか誰かに当たって誰かが決めるっていうのもあるんですよね。ここに走ってきた選手にボールを合わせる。でここってもうゴールじゃないじゃないですか。でそうなった時にここに弾くんですよ。だけどここにセカンドポストに必ずいるんで、弾いた時にはここにいてシュートみたいな、すごくなんかスーパーゴールなんですけど、言い返せば必ずそこにいるよねっていうような戦術、その形を作る確率ってそもそも高いんだなみたいな。たまたまいてラッキーじゃなくているからやれるみたいなっていうのはすごく感じますね。世界の映像を見てると形として見えてるんじゃないかなっていうふうに思います、チームとして。